エルデンリングの世界で太陽はものすごく影が薄い。現実世界での太陽は崇拝の対象にもなっているのに、なぜエルデンリング狭間の地では世界の隅に追いやられてしまっているのか、その謎に迫っていこうと思います。実は昔はこの狭間の地に太陽信仰があったっぽいんですよね。太陽の装飾を施した盾っていうものがあり、昔は太陽をいただく都があったと伺えます。縦にまで太陽を描くということはですね、太陽信仰が昔はあったと考えられます。しかし現在は狭間の地で太陽信仰が語られるっていうことがめったにないため、滅亡しているように感じます。確かにこの盾を持つ敵っていうのは死に生きるもの、各地に散らばるお墓にしか出てきません。まともに生きている敵がこの盾を持っていないこと、そして盾自体ボロボロであることを考えると、これはきっと太陽信仰の滅亡を表している、その象徴であろうと思います。フレーバーテキストでは太陽の都もまたもはやどこにも存在していない、そんな言葉が載っています。これも結構意味深ですよね。ではなぜ太陽信仰は滅んでしまったのか、それを見ていきましょう。これはやはり太陽信仰が黄金樹信仰と対立する存在だったからだと考えられます。アイテムのぬくもり石にはこのような記述があります。かつて黄金樹は太陽に似て暖かく、ゆっくりと人々を癒したという、かつての黄金樹は太陽に似ていたということが示唆されています。狭間の地で太陽について語られることがほぼほぼないので、太陽の役割を現実世界の太陽から考えてみたいと思います。現実での太陽の光っていうのは大地に恵みを与えて、その恵みっていうのが巡り巡って動物や人間たちの活動の源となっています。これは黄金樹の現象の時代、つまり赤みを帯びていた頃の黄金樹初期の役割と重なる部分が大きいんですよね。恵みの雫のタリスマン、これのフレーバーテキストにはこうあります。黄金樹の恵みたる雫、その受領の様を模したタリスマン、 HP をゆっくりと回復する。かつて恵みの雫は尽きぬ滴りであったという豊穣の時代。けれどそれはごく短く黄金樹は信仰となっていった。このことから黄金樹はかつて豊穣の時代と呼ばれるほどに大地に恵みを降らしていたということがわかります。ここに一つ太陽信仰との対立の火種がありますよね。そしてもう一つ、黄金樹は古来より狭間の地に存在していたわけではありません。黄金樹はある時流星とともに狭間の地にやってきたよそ者です。エルデの流星と黄金樹の守りというアイテムから読み取ることができます。エルデの流星、最古とされる黄金樹の祈祷、伝説の祈祷の一つ。かつて大いなる石は黄金の流星とともに一匹の獣を狭間に送り、それがエルデンリングになったという黄金樹の守り。黄金樹信仰の祈祷の一つ、その最も高位とされるもの、その始まりにおいて黄金樹の敵は全てだった。数知れぬ戦いと勝利によってそれは律となったのだ。その一方で昔は太陽の都が存在していたことを考えると、おそらく太陽は黄金樹が狭間の地に根付く前から大地に恵みをもたらし続けていたと考えられます。つまり太陽信仰は古来よりずっと狭間の地に根付いていた信仰で、黄金樹信仰はポットでの新参者だと考えることができます。しかしゲームプレイで探索することのできる狭間の地では、黄金樹が世界の中心に根を張っていて、どこもかしこも黄金樹信仰の片鱗が見て取れるようになっています。太陽信仰はおろか、太陽に関する話題は全くと言っていいほど話題に上がりません。先ほども話した通り、黄金樹は狭間の地に根付いた当初は全てが敵でした。しかしゲームプレイ中では狭間の地ほぼ全域に黄金樹信仰の面影がしっかりと残っています。だとすると黄金樹勢力は狭間の地全域の敵を全て倒した、または吸収したということが分かってきます。ならば太陽信仰勢力もまた黄金樹信仰勢力に敗れて狭間の地から跡形もなく消し去られてしまったということが考えられるのではないでしょうか。ただ一つ、太陽が蝕まれる日食っていうのは魂なきデミゴッドの守護聖として語り継がれています。デミゴッドというのはエルデンリング原始の器、そして神であるマリカの子供たちのことです。黄金樹勢力は太陽信仰は許さなかったが日食は許していたようなんですよね。
現実世界での日食っていうのは不吉の予兆で良くないことの前触れなどと恐怖の対象にされることが多いんですが、狭間の地では魂なきデミゴッドの守護星、その象徴とされています。そして魂なきデミゴッドを運命の死から遠ざけるとあります。つまりエルデンリングでの日食っていうのは恐怖の対象ではなくて吉兆、いい知らせの合図であると解釈できますね。僕らの感覚からすると、突然太陽が色を失って光を失ってしまったら恐怖を感じずにはいられないと思いますが、黄金時進行の場合は太陽進行と対立していたがために敵勢力の進行対象が黒く覆われて光を失うという現象は、きっとこれは吉兆だという解釈につながったのではないかと考えることもできます。太陽進行の対象である太陽が色を失った、つまり力を失うことの暗示、それが日食だったと解釈できますね。だからこそ黄金時勢力は日食を歓迎してデミゴッドの守護星としたんでしょうね。で、狭間の地では僕が現在知る限り太陽と関係がある場所が2箇所存在するんですよね。それはアルター高原の崖下にひっそりと佇む日陰城、そしてもう一つは巨人たちの山霊のこれまた崖下に位置するソウルの城塞、この2つです。これは想像に頼る部分が大きくなってしまうんですが、僕は日陰城が太陽の都の一つだったのではないかと考えています。日陰城はもともと太陽の名を冠する城であったんですが、黄金時勢力に敗れたことにより太陽信仰剥奪抹消されて日陰城という名前に改めさせられたのではないでしょうか。そして生き残った一族の末裔は捕虜として王とローデイルの汚れ仕事、処刑や監視の任を請け負うようになったと考えられます。で、ここで面白いのがですね、本編で日陰城っていうのは絵師のエレメールという人物に乗っ取られてしまいますよね。このエレメールは商人や師範を襲う鈴玉狩りという異名がついているトガ人です。そして故郷はエオヒドということがマレー家の執行権を見ると分かってきます。これは直感的なものなんですが、このエオヒド、これがどうしてもですね、太陽と関わりがあるように思えてならないんですよね。エオヒドの宝剣、このアイテムを見るとなんとなく伝わってくると思います。エオヒドの宝剣、滅びた小国エオヒドの宝剣、その赤金は決して朽ちることがなく、使い手の気を宿し自在に動く。エオヒドの剣は空を舞うのだ。赤金という物質は朽ちることがなく、そして使い手の気を宿して自在に動く。エオヒドの剣は空を舞う。この空を舞うと朽ちることのない赤金っていうのがどうしても太陽を表しているようで、ずっと頭から離れないんですよね。これが僕がなんとなくエオヒドが太陽の都だったんじゃないかなと思っている理由になります。で、ここからはソウルの城塞について話を移していきます。ソウルは名前がもろに太陽神の名前になってますよね。ローマ神話、北欧神話でソウルという神が登場します。そしてこの城塞の紋章は日食です。城壁の外には魂なきデミゴッドを祀る霊廟が散歩していて、そして城内にも日食教会が建てられているほどに日食推しの場所になっています。で、そこのボスとして登場するのが縮小ニアール。このニアールが面白いんですよね。縮小の義足を見てみるとですね、ソウルの縮小ニアールはその足と引き換えに敗軍の騎士たちの除名を乞い、後に彼ら湿地の軍勢を率いることとなったとあります。ここで記述のある敗軍の騎士たちというのが、もともとはソウル城塞を守護していた太陽信仰勢力の軍で、黄金時勢力に敗れた際に日食の紋章に上書きされたが、ニアールの起点により命だけは助けられ、湿地騎士としてニアールに使えるようになったのではないでしょうか。それを裏付けるような武器がこの場所で手に入ります。それが蝕みのショーテル。ソウルの城塞に所蔵される宝剣、蝕まれ色をなくした太陽をかたどったもの、伝説の武器の一つ。ソウルではそれは絶望的畏敬の対象である。人は大いなる恐れから目を背けることができない。ここで重要なのが、色をなくした太陽はソウルでは絶望的畏敬の対象である、そう語られているところです。黄金樹勢力側の日食の認識は、魂なきデミゴッドを運命の死から遠ざける守護星でした。もともとソウルの城塞が黄金樹勢力にあったのであれば、日食を絶望的畏敬の対象とは見ていないはずです。このことからソウルの城塞っていうのはもともとは太陽信仰だったけれども、戦争に敗れ日食を背負わされたのではと考えられます。
あともう一つの解釈としては、黄金樹勢力内でも階級によって日食に対する捉え方の違いがあったのかもしれないということ。日食は魂なきデミゴッドの守護星。しかしデミゴッドは神であるマリカの子供ですから、当然階級としては貴族以上の存在となります。そのため一般市民や一軍兵にとっては日食は生贄の象徴だった可能性も高いです。霊廟の周りには首なしの霊廟騎士たちが歩いていることがあります。テキストを見る限り、霊廟騎士たちは自ら首を切った殉死者とありますが、中には強制されて首を落とした者もいるはずです。特に首なしの増兵たち、彼らは自ら首を落とすほどにデミゴッドに信頼を置いていたのかが少し疑問が湧きますよね。さらに軍に所属していない市民からしたら、自ら首を落とす騎士たちの姿っていうのは恐怖そのものだったと思います。そのため市民階級の間で日食は首を落とすことになる絶望的畏敬の対象として見られていたのではないでしょうか。以上のことから日影城とソウルの城塞はどちらももともとは太陽を信仰していた場所だったのではないかと推測しました。あと余談なんですが、エレメールが持っている鉄枝の大盾、これって神聖画の盾のように絵画が描かれているんですよね。しかもどちらも形が似ているところを見ると、絵画が描かれる盾には共通の様式があるようです。でこの鉄枝の大盾に描かれている絵を北欧神話の本で見たことがあるんですが、なかなか Google 検索しても出てきませんでした。確か北欧神話佐賀の写本だか写しだかの紹介で立ち読みした本に載っていた気がするんですよね。もし知っている方いましたら教えていただきたいですね。以上がエルデンリングの太陽のお話でした。ゲームプレイ中に太陽の存在感があまりにも薄すぎたので、どうにかして光を当てたいと思い動画を作ってみました。ストーリーの解釈や考察の刺激になれば幸いです。以上、お相手はひもニートでした。ではまた。